おい雪音、見ろよこの芋、でっかいぞ。ほんとだ。5年前、あの儀式の年、土は凍え、芋一つ掘れなかった。この土もだいぶ肥えてきたな。いや、本当にお日様とこの土地には感謝してもしきれないよ。二人は自然がもたらす大いなる働きを心から喜んでいた。すると、遠くから人の気配が近づいてきた。ようじゃねえか。やあ、兄さん。お前に兄さん呼ばれる筋合いはねえんだけどな。いいじゃねえか。俺の勝手だ。ほんと、お前は昔から変わらねえな。お母さんは順調かい？今はだいぶ落ち着いてきているよ。明日が親父の命日だから少し気にはなるけど。あれから16年か。早いもんだな。どうだい？親父に教わった狩りは順調なのか？そのことだが、今ちょっと手が足りてないんだ。そういうわけで、雪音ちゃんに手伝ってほしくてさ。そう言うと、陽は雪音のところへ近づいていく。やあ、元気かい？今年の畑は順調だよ。それは何よりだ。毎年こうだと嬉しいけど。不作の年は大変だったな。あの時は、陽たちが頑張ってくれたおかげで、村の食料庫も空っぽにならずに済んだよ。俺たちも狩人としての腕を試された気がしたよ。陽は一番張り切ってたもんね。そうだっけか？でも俺は何があろうが狩人として一生懸命やっていくつもりだ。今日はそのことで雪音ちゃんに一つお願いがあるんだが。私、狩りはしたことないよ。察しがいいな。でも今日は罠を仕掛けるだけだ。わからないことは教えてあげるから大丈夫だ。なら、行ってみる。助かるよ。そういうわけもあって、陽と雪音は森へと歩き出した。雪音にとって森へ来たのはこれが初めてだった。見たことのない世界に胸の高鳴りを感じていた。ねえ、あれは何？雪音は木の上に建てられた小屋を見つけた。あれは俺の寝床さ。この仕事を継いでから時々森で暮らしてるんだ。ここで。ずっと村にいては狩人としての勘が鈍ってしまうからな。ただ母親の体調もあるからそんなに長くはいられないが。お母さんはそんなに悪いの？心も参っちまっててさ。だからなかなか良くならねえんだ。雪音の瞳は半ば無意識に陽の胸に秘めた心の痛みを捉えた。ま、この話はその辺にして。あれ？ナイフを一つ村に忘れちまったみたいだ。ちゃんと二つとも揃えたはずだったが。いつも完璧な準備を怠らない陽にとって、ナイフを一つ忘れたということ自体が大きな誤算に感じてならなかった。畜生、ないのかよ。めんどくせえな。陽はイライラを抑えながら木を削り、木製のナイフを作り始めた。黙々と作業をしている間に純粋な職人の心に戻っていった。繊細で手慣れたその手さばきを見ると、雪音はただ黙っていた。よし、完成。じゃあ行こうか。狩人の足取りは慣れていた。獣道を嗅ぎ分けながら、その足取りを止めては、人の匂いがつかないように慎重に罠を仕掛けた。雪音も言われた通りに動いた。
数をこなすにつれて二人の息が合い出した。そろそろ慣れてきたな。次で最後の罠だ。やってみるかい？うん。雪音は見よう見まねで罠を仕掛けた。結構大変だね。まあ、最初はこんなもんだ。そう言いながら、陽は仕掛けた罠の手直しをした。これで終わり。雪音ちゃんがいてくれて助かったよ。もう少し、この森を見ていたいな。普段は村で畑の手伝いをしている雪音は、初めて見た森の世界を後にすることに、どこか名残惜しさを感じていた。俺は別に構わねえけど、この近くに過去の記憶が眠る面白い場所があるんだが、そこに行こう。そう言って二人はさらに森の奥へ向かった。森の奥へ進むにつれ、かつて栄えていた文明の名残が静かに眠っていた。そして、ある洞窟にたどり着いた。中に入ると、ひんやりとした空気が雪音の肌に触れた。火を灯し、壁を照らすと浮かび上がったのは、古の壁画の数々。昔、この辺りに、時の流れに乗ってやってきた者がいたと言われている。時の流れに。陽は、ある一枚の壁画へ、そっと明かりを向けた。その人を見たとき、なぜだか胸の奥が揺れた。名前も声も知らない。なのに、どうしてだろう。何？大丈夫？ね？誰？あなたは私。あなたも、いつの日か。よかった。気がついたか。不思議な夢を見た。二人はしばらく、ここで休むことにした。びっくりしたぜ。急に倒れるんだからな。初めて森を歩いたもんだから、きっと疲れているんだよ。言霊ってやつを知っているかい？何？言葉の力ってやつだ。言葉の力？心の中の響きを、その響きのままに伝えると、言葉が生き始めるんだ。俺はある人に言われた言葉で救われたことがあってさ。陽はそう言って焚き火に薪をくべた。あの時言われた言葉は秘密なんだ。必要もない時に口に出してしまうと言霊が逃げてしまうからな。不思議な目だな。寂しいの？寂しいって？俺がか？そう思っただけ。どうだろう。でも人手が足りなくて困ってるのは本当だ。俺の親父の時代は見習いがいっぱいいたし、何より狩人同士の交流が深かった。お父さんはどんな人だったの？親父は森を愛してた。狩人として親父のところに見習いに来るやつが絶えなかった。今はずっと一人なの？親父が亡くなってからは一人でやっている。母があんな状況だ。見習いとして手伝ってくれるやつがいたら助かるんだが、人との付き合いがなかなかうまくいかなくてな。今日、陽の狩りを見ることができて、よかった。
そうか。でも今日は罠を仕掛けただけだ。いい見習いが見つかるといいね。俺にもし跡継ぎができたら、俺の秘密の言葉を教えてやるって決めてんだ。気になる、その秘密の言葉。よし。じゃあ特別にゆきねちゃんにだけ教えてあげるよ。でも大丈夫かな。言霊が逃げちゃうかも。大丈夫だ。これも必要な時だったと、そう思えればな。そう言って雪音の耳元でその秘密の言葉を伝えた。色は本当に森が好きなんだね。今日は森を案内してくれてありがとう。また手伝いをしたり、一緒に森に行ってもいいかな。森は逃げねえよ。俺はここにいる。